ご視聴ありがとうございます。今回は PB の新型グリップが出たので、どのドライバーが一番回るのかテストをやってみました。やったことは単純です。同じ種類のネジを回し比べて、どのドライバーが一番高トルクをかけることができるかを試しました。使ったネジはホームセンターで買ってきた M5 のプラスネジ。これを付属のナットと組み合わせ、デジタルトルクアダプターに取り付けたソケットにセット。それらはバイスに取り付けられており、バイスはまた木製のベースに固定をされています。これを手で押さえ、もう片手で全力で締め方向にネジを回し、かけることのできた最大トルクをデジタルトルクアダプターで読んで記録をします。ネジは試験ごとに新品へ交換をしています。試験者は2名。手の大きな試験者 A と手の小さな試験者 B です。試験者 B は当日なかなか不調で力を発揮しませんでした。試験者 A の結果をメインに今回は優劣を判断したいと思います。用意したドライバーは8メーカー12本。さあやっていきましょう。まずは PB のクラシック。グリップが匂う透明なタイプです。こちら見た目から高トルクは絶望的ですが、使い勝手がものすごく良いドライバーでして、作業でまず手に取りたくなる1本としてエントリー。結果がこちら。想像通りな結果となりました。大きなトルクは期待できません。普段使い用のスマートなドライバー。硬いグリップはグローブなしでは手が痛くなりそうっすね。まあ1本目はこんなものでしょう。どんどんとやっていきます。こちらは日本を代表するベッセルのダルマドライバー。上向き作業での扱いやすさが素敵なアイテム。高トルク向きとは思いませんが、もしかしたらやれるかもな製品。期待を込めての出走となりました。結果がこちら。思った以上に回りました。やはりグリップが太いとパワー的には有利なのでしょうか。ボールグリップが汎用的に使える良い製品であることを証明してくれました。続いてはドイツからハゼットのドライバーが2本。どちらも810という品番でしたので、新旧って感じの2本でしょうか。詳細はよくわからず。私の友人試験者 A がこよなく愛するこの2本。結果がこちら。新作、現行かな、こちらの方がトルクがかかりました。早回しなんかも私はこちらが好きですね。ただグリップ側に重心が行き過ぎている印象はありまして、好みは分かれそうなアイテムです。旧作はバランスはフラットなのですが、デザインはかなりチープで傷も入りやすく、ネジとの当たりもルーズな印象。現行の方が今っぽいドライバーに仕上がってます。次は日本を代表する工具メーカー KTC から2本。よく見る角張った四角グリップのこちらとソフトグリップのこのタイプ。個人的には苦手意識のあるこの2本。特に四角タイプは高温環境で取れてしまう KTC のエンブレムに何度か先が折れた経験がありまして、あまり良い印象はなく、どちらも貫通ドライバーです。今回用意した中では重量級な2本。結果がこちら。全く想像していなかったのですが、すごいパワーでした。四角タイプがまさかの8ニュートン超え。何度も使ってきたアイテムでしたが、この印象はなかったです。四角いグリップは手のひらに引っかかって具合が良く、あと一回しがやりやすいです。結果としてトルクかけることができたように感じています。これは驚きの結果でした。ソフトグリップも7ニュートンを超えまして、今のところトップ2を1社が独占状態です。やはり日本に合った設計がされているのでしょうか。メイドインジャパン、素晴らしい結果となりました。続いては高健さんのドライバー。高健さんがドライバー出しているというのはあまり知られていないでしょう。シャンクだけ見ると KTC の四角タイプにかなり似ています。出どころ同じかと勘ぐってしまうほど。グリップはあまりかっこよくはないですね。高健さんらしいかというとそうは感じないアイテム。結果がこちら。よくトルクはかかりました。KTC のソフトを抜いて暫定で2位。ただグリップの握り方は2通りで悩む感じで、使用感はあまり良くなかったことをお伝えしておきます。結果は出たけどっていうのが試験者2人で共通した感想でした。次は以前の動画のコメントで教えていただいたアネックスさんのワニドラ。傷んだネジを回せると評判のアイテムです。通常のドライバーとしても使えるそう。
普段使いでも性能が高ければそれは素晴らしいことっすよね。結果がこちら。全然回せなかったのに加えて試験者2名ともネジを壊しました。なんというか難しかったです。用途の違うドライバーという印象だったっすね。普通に使うには先端が攻撃的すぎると思いまして、普段の作業でこれはちょっと手が伸びなそう。さて本命に考えていた PB の新作フラッグシップの2本。今回の試験を行うきっかけになったのが新型のエボグリップ。力強く回せることを謳うこの1本。旧グリップも前回試験で好成績を残してまして、それと比較してどうなのか楽しみなところです。さて結果です。新型エボは謳い文句通りトルクをかけやすいアイテムでした。暫定で3位。旧型もそこそこ。試験者 B はこの辺で握力がなくなりましたが、新作エボグリップが力よく伝わることは分かりました。試験者2名とも PB ドライバーから使用感の良さを感じていまして、評価は高かったです。先端に癖がなくグリップも握りやすい。有名なのが理解できた扱いやすいドライバーでした。最後はスタビレーのトリグリップ。PB の新型エボグリップも三角断面なので、それに似たこちらも試してみました。あまり使っている方を見ませんが、このドライバー個人的に好きな一本です。トルクはかかる印象があるし、くびれ強いので手の小さい私でも早回しで扱いやすく、推しドライバーの一本ですね。結果がこちら。イメージ通りにトルクがかかりました。3位です。最後の一回しで力が入れやすいというのか、よく回ったっすね。しかし先端を変形させてしまいました。試験者 B がテストするときにはすでにカムアウトしやすい状態。拡大しますとわずかにねじれているのがわかります。斜めに使ってねじってしまったか、スタビレの道具は全体的に柔らかい印象がありますね。さて1日目はこれで終了しましたが、公平性に欠ける部分があったと感じておりました。試験が進むほど試験者の疲労はたまり、後半は明らかに最初に比べて回せなくなっていたっすね。そこで感触の良かったもの数本を後日再び試しました。加えて四角グリップが具合良かったので急遽1本を追加。スナップオンの隣のラインで作られていると噂のウィリアムスのドライバーです。2日目のテストは順位の低かったものから試しています。結果がこちら。KTC はやはり強かったっすね。PB の新作も良い結果となりました。使用感はちょっととなっていた貢献さも強め。新しく加えたウィリアムスは振るいませんでした。テスト1日目の傾向はそのまま続きました。KTC が強くて PB、貢献にスタビレーがそれを追うという構図は変わらなかったっすね。2日間の結果を平均して、最もトルクがかかったドライバーとして1位は KTC の四角グリップ、2位が PB 新型エボグリップ、3位が貢献さんとなりました。試験後に全てのドライバー先端を確認しました。問題を見つけたのはスタビレーと PB フラッグシップの旧モデルの2つ。スタビレーは1日目の試験でやらかしたもので、2日目の成績が下がってしまった理由かも。PB の旧フラッグシップは以前に似たテストをやった際に両手使って10ニュートンほどトルクをかけましたので、おそらくその時にすでにねじれていたのと思います。PB は使っていても不具合特に気づきませんでした。目視点検の重要さを再確認です。さて今回はパワー勝負。特に片手で使った場合のパワーについての順位をつけています。結果として KTC さんの四角グリップが1位。お値段的にも買いやすく試しやすいこのドライバーはいいっすね。試験者2人が気に入ったのは PB のドライバーでした。癖がないのに全体的に性能が高め。気負わず構えずスッと使える扱いの良さが好印象。最初に手にしがちなのってクラシックの PB だよねと試験者2人珍しく意見が一致しました。大きなトルクをかける場合はボルスター使うとかビット工具という選択肢もありますので、今回の結果が良いイコール気に入るドライバーとはならなかったですね。何を重視するかによって良い道具は変わってきます。皆様のお気に入りはどこのドライバーでしょうか。おすすめございましたら教えてください。
ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。